どうも皆さんこんにちは、あきらです。知らないと損。本当にね、買ってよかったと思えるカメラ、ガジェットのおすすめアイテムを7つね、ご紹介できればなというふうに思っております。はい。来ました。このね、人気企画と言っていいでしょうか。はい。もう僕のチャンネルでね、これまでに何回かこの動画出してるんですよ。で、それどれもね、すごいね、結構再生数も多くて、本当に多くの方にね、見ていただいてて、で、これ僕結構頻繁にやってます。はい。僕ね、結構こういったカメラとかガジェットの、アクセサリーというか、いろんなね、ちょっとした細々したものを、買っては試して、これあかんな、みたいなことで、試すのがすごい好きなんですよね。で、結構僕ね、本当アマプラセールでもね、40万ぐらい使ってしまうぐらい、結構本当にいろんなものを試してるので、この半年間ぐらいの中で、これはね、さすがに良かったなっていうものをね、ちょっと厳選したものになりますので、どれもね、結構本当に、そんなんあるんだとか、確かに良さそうと思ってもらえると思いますので、メリット、デメリット両方とも話しますが、ちょっとね、今回もお付き合いいただければなというふうに思っております。ということでね、カメラライフが絶対楽しくなるね、おすすめのアイテムをね、7つ紹介していきたいと思うんですが、じゃあまず1つ目いきましょう。1つ目は、じゃじゃん。こちらでございます。はい、これもう何かわかるでしょうか？わからないよね。これね、SSD になるんですが、僕がね、伝えたいのはこのケースです。SSD じゃなくて、SSD 本体もやねんけど、このケースがめちゃめちゃいいのよ、これ。これ本当に良くて、よくあるとこで言うとね、こういったサンディスクさんとかさ、いろんな SSD があるじゃないですか。あれに比べたら、ちょっと価格はね、割高なんですよ。ただ、それでもこっちをしたい理由があります。それが速度です。爆速です。こういったサンディスク製のものとかって、これ4テラのものなんですけど、言うてもね、もう、1000メガビットパーセカンドぐらいしか出ないと思うんですよね。計測しても1000を前後すると思うんですけど、これね、もう結果出てます。はい、こんぐらいです。3000とか、4000はいかないんだけど、3000ぐらい、3倍ぐらいね、だいたい早いで、実測値が出てるんですよね。もう明らかにね、速度が全然ね、違ってくる世界になるので、僕はね、これを今本当に推したいんですよ。で、OWC さんはね、僕もちょっとメディアいろいろ使わせてもらったこともあるんですけど、本当にすごくね、信頼できるメーカーで、アメリカでね、設立されたね、PC の周辺メーカーになってますので、僕は結構安心して使ってます。で、最近だとそれこそ M4Max の MacBook Pro とかってサンダーボルト5に対応したじゃないですか。で、そのサンダーボルト5用の SSD とかも、もう販売されているはずで、それね、CP プラスで見たとき実測7000メガビットパーセカンドぐらい出てたんですよね。えぐいっすよね、マジで。はい。そんな感じになってますと。で、一応ね、僕がね、入れてる SSD の中身はこれですね。サムスンの990 Pro ってやつかな。僕は 2TB で、4TB もあるんですけど、2TB で NVMe の SSD を入れてるって形ですね。割とね、どんな SSD を使っても、このね、しっかりとしたケースと、あとしっかりとしたケーブルがあれば、3000ぐらいのね、実測値が出ますので、こういったものを使って、より膨大なね、写真動画データを、拡張していくと。そういうのがいいかなと思います。僕たちもね、いろんなおのおの Mac がありますが、その本体のね、ストレージってやっぱどうしても拡張できないですよね。で、この場合は、外部ストレージじゃなくて、もうこれをもう常駐でね、置いておけると。もうここに、出来上がった写真動画データバンバン突っ込んでいって、もうそれをいつでも引き出せるようにするみたいな、それをローカルでできるための、もうずっとつなげておくみたいなとか、僕はね、そんな運用をしています。だから、気軽にね、持ち運べる重さではないし、そういったものではないような気はするんですが、超爆速ハードディスクみたいな感じで構えておくのが、すごく使い勝手はいいかなと思います。はい、ということでね、続いていきたいと思うんですけど、次がじゃじゃん、こちらでございます。はい、今回ちょっとね、メディア関係ばっかりで申し訳ないなと思いつつ、でもめちゃめちゃ大事ですよね。はい、これ何かというと、ネクストレージさんのめちゃめちゃ飛んでた。はい。これですね、タイプ A のカードリーダーになっています。で、もちろん、これですね、ケーブル、サンダーボルト4に対応かな。ソニーユーザーさんも絶対使ってください。こういったさ、CF エクスプレスタイプ A 皆さん使ってます？もう本当に使ってほしい。ちょっとこのね、C2 ちゃんとかはね、使えないですが、ソニーの例えば今撮ってる上の7-4とか FX3、FX6 ってタイプ A が入るんですよね。で、これがもうそもそも SD カードよりももう比にならないぐらい速いし、で、容量に対して値段は安いんですよ。僕が最近愛用してる A2AE のやつとかは、1000ギガ、1TB でも、5万円前後ぐらいだったかな。はい。SD カードに比べたらさ、めっちゃ費用対効果いいし、で、爆速だし、みたいな、長回しもできるし、連射も高速でできるしっていうので、そのユーザーさんも、絶対タイプ A 使える機種を持ってる方は絶対使った方がいいっていうのが前提であって、で、それをよりね、活かすための
カードリーダーなんですよ。僕去年ぐらいからずっとね探してたんですけどなかったんですよね。でこれが、ネクストレジさん在庫復活というかなんか販売再開してるのでタイプ A のカードリーダーすごくね最近愛用させていただいてます。とにかく爆速なんですよ。はい、結構本当にエグいですよ。最大のね転送速度が秒間で1650メガバイトになりますので1秒でもう 1. 何ギガみたいなボン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 って進んでいくんですよね。もうこのねデータの本当測定がマジでエグくてちょっと一回実践してみましょうか。じゃあ今回はこの A2AE の、両方ライトリード両方1900メガビットパーセカンドぐらいあるね超高速なやつで検証していきたいと思います。じゃあそうしたらねこのクリップにしましょう。これね、だいたい55分ありましてこれめちゃめちゃ撮影のオフショやけど、この3カメのやつですね55分のクリップでこれ43ギガあります。これを、MacBook のねデスクトップに直接ねぶち込みたいと思います。じゃあいきますよ。43ギガあります。せーの。はい始まりました。やばくねこれちなみに今 M2 Max MacBook Pro なんでサンダーボルト4かな。なんでこんな感じです。43ギガですよ皆さん。43ギガ本当に秒間1ギガ超えてますねこれ。43ギガ終わりました。もうこのねワークフローができます。このようにですねしっかりとしたいいねカードリーダーを持っておくことによってパソコンにね取り込む時にもより恩恵があるので撮影時だけじゃなくてこうデータの転送時にもね役に立ちますのですごくおすすめかなと思っております。ちょっと値段はね Amazon 価格 13,980 円と、安くはないものにはなるんですがもうずっと使えるものだしもうこれがあれば本当にねこうストレスなく使うことができますので、僕たちはねもう3カメ体制で撮ってて1本撮ればね 200GB 超えるんですよ。それをね毎回もう10分もかけてられないんでもう全部ねパパパってやっちゃってるといった形になります。ぜひねこちらチェックしてみてください。ということで3つ目いきましょう。次がですねじゃじゃんこちらでございます。ようやくねカメラらしいねアイテムになってきたかと思うんですがクローズアップレンズでございます。皆さんこれご存知でしょうか。クローズアップもう寄れるね、ことができるようなどんなレンズでもできるようになるレンズフィルターになっています。これめちゃめちゃ役に立つんですよ。要はね寄れないレンズでもマクロ表現のようなものができちゃうみたいな、そんなねフィルターになってます。僕が使っているのは健康さんのネオシリーズっていうのかなナンバー3の 82mm を使っているのでこういった 82mm 系のものにもうそのままねつけることができるといった形ですね。で仕組みとしては虫眼鏡とね同じような仕組みで拡大をすることができますのでもうこのまま、普通にね取ってあげるだけで、これぐらい全然寄れちゃうみたいな結構寄ってるよ今みたいなねことができるような、フィルターになっています。すごいよねこれ。でこのフィルターが最短撮影距離によって型番が違うって言ったらいいのかなナンバー1からナンバー4まであるんですよ。で僕が購入したのがナンバー3のものになっていて例えばナンバー1とかであれば約33センチから約100センチの間でピント合わせますよみたいな。でナンバー4であれば17から25なので数字が上がれば上がるほど寄れるっていう風になります。でこれしかもねオートフォーカスもね効いてくれるんですよ。ちょっと精度はねやや落ちるような感じはするんですが一応ねAF も効きますので非常にね使いやすいです。でフィルター径も49から82とありますので幅広く展開されてますししかも重ね付けをして倍率を上げるっていうこともできたりします。でこれがねどういった時に使うのかっていうところなんですけど例えば最近ねレビューしたてほやほやの 2870mmF2 のレンズあるじゃないですか。これですね、こちらめっちゃ気に入ってるんですけど唯一ねちょっとあれだったのがやっぱ寄れないんですよね。2470の GM2 に比べたらやっぱ寄れなくてでそういった時とかに寄らすことができるっていうので、割とねすごく使い道は多いかなという印象です。で僕たちはねこういったもので何を撮るかというとレビュー動画のねコンテンツで例えばボタンのところとかなんかダイヤル類のね話をするときにもうめっちゃ寄って撮りたいんですよなのでそういった時とかにね、使えるなというふうにも思いますし普通にもうマクロ的な表現ができるから例えばねちょっとスナップ的な形で外に出歩く時にこれを持っていくともうそれだけでね普通に肉眼では見えないような景色が見えたりしますので簡単にいろんな写真が撮れたりしますので結構ねこれはね非常に楽しいものなんじゃないかなというふうに思っています。ただいろいろ注意点はあって、画質劣化はね多少はやっぱ出てくると思います。やっぱ追加でガラス入れてるので、若干ね解像感の低下とあとは色臭さが出ているかなといったところとかあとは周辺の原稿とかも若干あるかなというところはあるのでやっぱりこう描写優先であるならもうマクロレンズ買ってもらってでもちょっとねこうバリエーションをね、増やしたいという時にはすごくいいなと思っております。でもう一個ねちょっと注意点としてはやっぱねそのピント面がめっちゃ浅くなるのでこう
明るいレンズでね使っていたとしても結局やっぱ絞らないと結構厳しくなってくるんですよね。本当にこう浅いに被写外深度になるので、割としっかりと絞ってあげて撮る必要はね出てくるので、まあ簡単ではないフィルターではあります。はい、ちょっとね癖はあるというか、まあちょっとねこの慣れとかコツは必要だし、あとねこのフィルターがねこうガーンって当たってしまう可能性もあるので、まあ、ちょっとこうなってくるとねフードどうしよう問題とかも、フードでもつけられへんよねこれ。レンズフードがつけられなくなるので、ちょっとねその辺の操作感のね注意点はいくつかあるかなといったところです。まあとはいえねマクロレンズ買うほどじゃないけど、なんか寄った表現をねしないといけないみたいな時にはめちゃめちゃいいのでね、よかったらぜひねこちらもチェックしてもらえたらと思います。はい、ということで続いて4つ目いく前にですね、今回のね動画のスポンサーのアートリストをね紹介させてください。皆さんもアートリスト結構ご存知の方多いと思うんですよ。僕自身もねウェブ広告出させていただいてますからはい、今ねあれ第2弾作ってるんですけれども、はい、まあアートリスト皆さんさすがにご存知かな。まあ商用利用可能、まあ著作権フリーの楽曲とかサウンドエフェクトとか、まあ動画素材とかテンプレートとかプラグインとかいろんなものを無制限にダウンロードすることができるようなサイトになってます。で、このアートリストの AI 技術のね進化がちょっと怖いすごくて怖い。で正直なところ1年ぐらい前からできていたんですが、まあ正直ねそんなこう実践で使うっていうよりも、例えばアートリスト AI を使って動画を生成したりしてコンテを作ったりとか、あとはボイスオーバーをね AI ボイスオーバーを使ってちょっとナレーション入れるとかで、それも仮のナレーション入れるとかにしていたりはしてたんですけど、今回結構ねそこからまた進化めっちゃしちゃったんですよね。正直1年以上前から結構なクオリティではあったんですよ。実際にね僕オーストラリアのねメルボルンにいた時とかの動画をねもう全部 AI のボイスオーバーしてたんですよ。ちょっと聞いてみてください。 Hey everyone, in this episode, 3 creators embark on a journey to Melbourne, Australia, capturing photos and videos along the way. Let's begin the adventure. これ実際にもう AI なんですよね。もう分からへんやん、多分ネイティブの英語を話せる人じゃなければ多分分からへんやんぐらいのクオリティがあったんですよ。ただ今はねもう日本語にも対応してるし、写真を動画にできたりするし、映像生成機能もめちゃ高品質になってるし 4K も対応しちゃってるし、結構エグくなっちゃってます。はい、なのでちょっとね一旦それをね、ガッと皆さんにねご紹介できればと思います。はい、これがねアートリストですね。 AI ボイスオーバーと AI イメージ&ビデオというものがありまして、ここで本当にいろんなことがねできるようになっています。で主にできることがテキストトゥイメージ、テキストから画像生成、画像から画像を変える、画像から動画に変えるみたいなことができるんですよ。で僕がねもう一番衝撃的なのがこのイメージトゥビデオなんですよ。衝撃的かつ一番使いやすそう。これ何かというと写真とか画像を動画にできちゃうんですよね。もう意味わからんよね。はい、ちょっとやってみましょうか。ここにね、クリップを入れていくんですが、じゃあ今回はちょっとこの写真にします。実際にちょっと浅草で撮ったこの写真をアップロードするとですね、はい、こんな感じで読み込むことができて、まあサジェステとプロンプトってあるんですけど、まあこれをまあどういう動画にするかみたいなのをね、まあ英語でも生成してくれます。でこれをまあこうやってほしいっていうのを日本語で入れることもできるんですが、これをねもうこのままアニメートを使うとこれをもう動画に変換しちゃうんですよ。ちょっとねこの AI 系のものは時間がねこうやってローディングで今生成してますよみたいな感じで、まあちょっとやっぱ待ち時間は出るのと、こういったクレジットを消費するので、このクレジットがアートリストって本来サブスクでね使えるんですけど、このクレジットがなくなったら買わないといけないとかなってくるので、ちょっと AI のね乱用っていうのはなかなか難しいんですが、もうなんせクオリティがいいのでねちょっと一旦見てほしいんですよ。はい、できましたね。やばくない？動いとるってさっき見ましたよね。写真やったよね。今ババタキしたよね。えぐくない？マジで。はい、でこれをダウンロードすればもうあたかも撮った映像のように、ちょっとこうぬるぬるすぎな感じはするんですけど、でもねいやすごいっすよね。これは自分で撮った写真だからこそ、AI 感もすごく少ないと思うし、なんかこう足りない時に拡張できるというね、そういった可能性もあるのかなと思うんですけど、こういったことがねできるようになっています。はい、でですねテキストトゥイメージも非常に精度が高くて日本語に対応してるんですね。でちょっと時間がね本当にかかるので僕実際にもうすでにやってるんですけど、入れたプロンプトがこんな感じだったんですよ。はい、ちょっとチャット GPT も手伝ってもらって、かなりこう深海のね生き物をこう映像にしてみたいと思って、でこれをねプロンプトを用意してみました。で結構本当に厳密に書いた方がこうより自然でこう明確な描写になるんですよね。なので本当にね結構隅々まで、指示をするとね、より
AI もね判断して生成することができるんですが、こんな感じでやったものがですね、しっかりと日本語でやったものがこういったね画像になったんですよね。でこっからアニメートをさせることによって同じことですよ。この写真が動き出したようにこっからねアニメーションを加えるにあたってこのプロンプトを提案してくれて、でそれをねこれを使ってもいいし日本語でね再提案してもいいしみたいな感じでアニメートすればこの画像が動くというわけですね。結構やばいよね。で他にもねこれをね使って、入れてみたりしたんですよ。このただのね風景ショットなんですが、これがね、はい、こんな感じに変わりました。ドローンになっちゃいましたドローン映像になっちゃいました。だから普通に風景撮ったらもうドローン飛ばしたように見せることができたりする。でプロンプトでね別にカメラワークつけたら全然水面の方にも向かっていってくれるんで、すごいですよねマジで。でもう一個だけイメージトゥイメージというものがあって、画像をもう変えちゃうことができたりします。これもねちょっとやってみましょう。このね画像でやってみたいと思います。この普通に何気ない写真なんですが、これをアップロードしてここで、例えばもう夕日の写真にね変えてほしいみたいな感じで打ったとします。そうするとはいこんな感じになりました。普通にねもう日本語で夕暮れにしてくださいって書いただけでやばくない普通にさこうなりましたえぐいって。もうなんか合成というかなんて言ったらいいんかな、もう本当に写真編集が勝手にね AI でやってくれちゃうねようになりましたね。はい。でもう一個 AI ボイスオーバーがありますよね。もうこれがね英語版が非常に良かったんですけど、これね日本語にも対応しています。イングリッシュだけだったのがはいジャパニーズ来ましたね。はい。で、結構、いろんなね、こう、注文ができるようになってまして、で、このカタログの中で、声のね、こう、トーンであったりとか、どんなナレーターにするかみたいなものを選ぶことができます。で、ちょっと今回やってみようと思うのが、先日出したね、パワーショット V1 のレビュー動画のオープニング、台本ですね。ちょっとこういったスクリプトを入れてみました。はい。でこれでね、ちょっとジェネレートしてみたいと思います。はい。で、できたのがこれですね。再生してみると。それでいい。このキャッチコピーとともに、キャノンから1台のコンパクトデジタルカメラが発売されました。ドンゴア向けラインナップ V シリーズの新作、PowerShot V8 です。英語だけバリ発音多い日本語ちょっとあれやけど。デジカメのフラッグシップ機という位置づけで登場したこのカメラは、鋳型センサーの2倍の大きさを持つ一点鋳型センサーを搭載し、こんな感じで、ちょっとね数字とかが入ってくると若干ねってとこはあるんで、完璧ではないです正直。ただなんやろうな、そのこうボイスオーバーこんな感じですよっていうので一旦かぶせて提出するみたいなチェック用とかにはもう全然使えますよね。結構いろんなものでこのキャッチコピーとともにキャノンから1台のコンパクトデジタルカメラが発売されました。はい、いろんなものでね見てみてるんですけど、結構本当にね声によってイメージだいぶ変わってくるので、それこそね YouTube 発信したけど声出しをしたくないとか、そういった方にもなんかもう伝えたいことがあればここに書いてで生成して投稿するとかもね、そういったことも全然余裕でできるようになってる時代ではあるので、結構これは使い方次第なのではないかなというふうに思っております。でそんなアートリストのねプランはこんな感じになっています。皆さんもう入ってる方多いと思うんですけど、どれですか？僕はアートリストマックスでもう全部盛りにしてて、AI ボイスオーバーというか、今ね AI スイートっていうものがあって、 AI 機能だけをね使いたい方はこれを使うこともできるし、普通にね、音楽とかサウンドエフェクト使いたい方はミュージカルエフェクトとかね結構分かれて使うことができます。一個注意点としては、この AI のね場合はクレジット消費が必要になるので、生成したものをちょっと修正したいってなってもう一回クレジットをね、用意しないといけないので、ちょっとそこで課金はね必要にはなってきたりするんですけど、僕は結構もうマックスがねやっぱいいのかなというふうに思ったりするんですけど、こんな形というふうになっております。ぜひですねこのアートリストも結構本当にインフラになってると思うし、僕のね概要欄のリンクから登録してもらえば2ヶ月間さらにね、伸ばして使うことができたりしますので、ぜひねよかったらチェックしてみてください。はい、というわけで続いて4つ目いきましょう。次がじゃじゃん、同じ PC 出てきたんですけど、これマジックスタンドめっちゃ良かった。僕ねこれ結構ねモフトのやつ今まで使ったことあったんですけど、なんかすごいこうガビガビになってくるというか、こうなんか布がこうめくれたりですごいねあんまこう満足度高くなかったんですけど、これはめっちゃいいわ。モフトでもこういった質感のやつあるかもしれへんねんけど、なんて言ってかな、しっかりとここが劣化をねしないというか、こうほつれとかが出てこなくてすごいいいなと思ってます。なんかすごい Mac に合う相性ですよね。でこれ何かというと、もうご存知の方多いと思うんですが、こうやって立ててあげることで Mac の視線がねすごく高くなって、こういう風にね
作業をねすることができるようになるといった形になっております。もうあんまりね説明はいらないと思うんですけれども、まずですねここがもうちょっと刻まれてるんですけども、人間工学に基づく6段階のね、調節ができるようになってます。こんな感じで細かく調節がねできるんですよね、段階ごとに。なのでね非常に安定するし、人によってねこの姿勢に対していろいろとね合わすことができるという風になっています。カラー展開もね非常に豊富で9個ぐらいのねカラー展開もあるし、こういったねこうクッションとかもね追加でつけることができたりするので、非常にこう全然クッション性があるので、こう綺麗なねテーブルとかでも全然余裕で使うことができたりします。僕がね何よりも気に入ってるのはこの収納時の薄さと、あと耐久性。本当にねこれ結構がっしりとね、働いてくれますので、割とねこのガンガン使うことができるみたいな。でここにもちょっとねクッションが薄くあるので、そんなね別にテーブルでも傷がねつかないような仕組みになってるので、ここもいいですよね。あとはやっぱ見た目かながすごくいいなというふうに思っております。若干ね価格は高めです。7700円ぐらいかな、はいなるので、ちょっと高くてセールでね買うのがおすすめかなというふうには思うんですけれども、僕たちねカメラをやってる人っていろんなところでねデータを管理したりとか編集したりしますよね。なので旅先でもねこうストレスがなくね使えるというところで、このマジックスタンドはすごくね購入してよかったなと思っております。はい、ということで次5つ目いきたいと思います。次がじゃん、こちらでございます。はい、これもねちょっとガジェット寄りのものにはなっちゃうんですけど、 CIO の電源タップなんですけど、やっといいのに出会えました。これすごい良かったわ。僕最近もう買ってからグアム持って行って使って、他にも大阪帰って使ったんですけど、これね何かというと、この AC アダプター、電源タップか、電源タップを延長できる、かつケーブルが内蔵なんですよね。なんでいいかっていうと、やっぱホテルとかってさ、お前そこにコンセントあんのかいみたいなありません？なんかもうなんでそんな下にあんのとか、なんでこのマットレスの裏にあんのみたいなとかありません？ありますよね。そういった時にめっちゃ使える。僕結構ね絶対延長ケーブル持っていくことが多かったんですけども、いらなくなりましたねこれで。でこれの特徴としてはここですね。はい、まず AC 電源タップの穴が2つあるので、まずここにねまず2つ挿せますよね。この時点でまずめっちゃいいし、で USB-C ポートが2つと USB-A も1つついてるといった形ですね。でケーブルは 0.5 メートルなんで、めっちゃ長いわけじゃないけど、でも絶妙にこれぐらいで十分な時が多いので、こんなもんでも全然いいんじゃないかなというふうには感じていますね。海外のさコンセントってさ、なんか意外と変なチョコやったりしません？だからこう変圧器とかさ変換器とかをかまして電源入れたらもうなんかバタンって落ちてしまうみたいなこと結構あるじゃないですか。だから結局どっかに挿して、それを延長でどこかに置いておいた方が絶対安定するんですよねっていうところでも僕はねすごく助けられています。で一応ね電力としては、この電源タップ2個口を、それのみで使う場合であれば、合計 1250W まで出ます。だから結構出ますよね。でこの USB-C の単体であれば 67W が最大出力という風になりますので、しっかりと充電できる形かなという風に思います。もうめちゃめちゃねパワー食うやつは、この電源タップでやって、で普通のね、カメラ充電 Mac 充電ぐらいであれば USB-C で完結できるといった形ですよね。で収納もねめちゃめちゃコンパクトで、もうここに挿しておけるのでこんな感じで持ち運べるし、 220g と超小型軽量なんで、カバンにねキャリーにね1個入れとけばもういいでしょみたいな、もう本当に旅行に助かってます。僕以前ね CIO のその電源タップ別のものを使っていたんですけど、なんかあれはもう壁に挿さないといけないやつなんですよ。で海外でやっぱ変圧器とそのコンセントとかでもう挿してにするともう落ちるんですよね。重さで落ちるんですよ。あれがめっちゃ煩わしくて、そこからコードをつなげたらそら落ちるなっていうところでってなってたんですけど、これやったら挿してこれを置いておけるから全然違う、本当に、使用感が全然違うというところで非常にねこれ満足しているので、もしね合うなと思う人はねこれ使ってみてもいいかもしれません。はい、というわけで続いて6つ目いきたいと思うんですけど、それがですねこれです。はい、これです。そう、これめちゃくちゃ良くて何かわからないですよね。僕がね今見えてるんですけど、皆さんには見えていません。何かわかるでしょうか？もう実はね、僕もめちゃめちゃ今台本見まくってるんですよ。ちょっと今日ねなんかあんまりね僕のね調子が良くなくて結構読んじゃってるんですけど、シンプルにだから目のねピントがねカメラのレンズにあんま来てなかった気がするんですけど、めちゃめちゃね今読んでいます。じゃじゃんとこういった形になっています。はい、ちょっと後ろ汚いんですが、この僕のね撮影のデータの上にプロンプターです。はい。で、6つ目の紹介、ここに台本書いてますよね。L 型のプロンプター知ってますかみたいな感じでやってる、まさにこれが買ってよかった。これ本当に買ってよかった。めちゃめちゃ良かったです。もうこれね、何がいいかっていうと、値段めっちゃ高いんですよ。5万円弱ぐらいするんですけど、何がいいかっていうと、外部出力。これ。
今ここに iMac があるんですけど、このマウスで今ここ実際にね操作ができてるんですけど、これを見てもらった方がいいか。今ねわかる、ここマウスになってますよね。はい、こういう風にこっちで操作が完全にできている。でかつこれをちょっと今閉じてあげたりすると、普通にこれ Mac なんですよ。わかる？これ外部につながれていて、でこのケーブルを通して今 Mac に来てて、でこれつながれてるのを反転させてミラーで戻してるという風になるんですよ。ちょっとねややこしいかもしれないんですけど、そもそもねプロンプターっていうのはこのカメラのねレンズ部分にこう原稿をね映し出すような装置になってるんですよね。で基本的に普段は文字とか、テキストとかこうみんながみんなさ喋り慣れてるわけじゃないじゃないですか。例えば社長さんのインタビューとかであんなねスムーズにカメラを見て話せてると思いきや、あれ絶対読んでるんですよ、ほとんどが。それがプロンプターになっています。でこのプロンプターも結構ほんといろんなねこう練習も必要だし、なんやろ、その焦点距離もめっちゃ大事なんですよ。使うレンズが広角だったらねこう目で追ってるのが分かったりするしとかで、結構いろんなねこう僕たちもこういろんなトライアンドエラーがあったんですよ。でそこで行き着いた最終の買ってよかったがこれになってます。でこれが非常に気に入ってるところで言うと、もう今めちゃめちゃ読んでるけど、まず9インチのディスプレイがねさっきありましたよね。でこれが Mac から出るというところで、要はここでねもうスクリプトを書いて、それをそのままこっちに送ることができるということになります。で従来のねプロンプターによくあるのが、専用のアプリにそのスクリプトをもう一回入れて、でそれをねこう大きさ変えてスクロール何秒にするみたいなことがほとんどなんですけど、僕はねもうこの Notion で一元管理してるから、この Notion をめくっていけば見れるようにしたかったんですよ。で USB-C ケーブル1本でねつながってるので、この iMac 側から操作をすることもできるし、 Notion 自体がもうみんながね入れるようになってるので、こう作った人のものがもうリアタイで反映されると。だから僕がトークをしながらディレクターが他にいた場合は、これちょっと合ってるっけってなったら他のメンバーが修正してくれて、でそれがもうここに見えてるということになるんですよね。こんな素晴らしいツールはないですよ。はい。めちゃめちゃね、これ買ってよかった。マジで。で、これ取り付けもおもろくて、カメラレンズのね、フィルター系がいろいろと入ってて、僕は今 35mm の F1.4 の G マスターレンズを使っているので、67mm のものに、カポッとつけて、要はレンズの先端にね、ついてるような形になります。1個ね、物足りないところで言うと、普通にモニターもうちょいでかくあってほしい。ミラーももうちょいでかくあってほしいかな。今までは iPad の11インチをこうかましてミラー反転させたんで、もうちょい表示領域があったんですよね。ちょっとこれはね、9インチちっちゃいかな。で、僕ね、結構視力が落ちてきてて、その Notion のね、拡大表示を結構やっていかないと、やっぱこの距離、だいたい1.5、1.3 メーターぐらいあるかな。そんぐらいあるので、ちょっとね、このね、文字のこう範囲っていうのをもうちょい出したいなというふうには思うんですが、こんな感じでね、見ることができますので、今ごめんね、めっちゃ読んでるね。はい。だから、こう喋るときはね、ちゃんとこうやって喋るんじゃなくて、こうやってね、普通に皆さんにこう、ちょっとレンズ側にね、向かって喋るような形でやらないといけないんですけど、ちょっとこの辺はね、ほんと練習はいるんですけど、もうほんとこれはね、買ってよかったよ。これ YouTuber さんもう全員これ買っていいと思う。はい。はい。っていう形になっております。ということで皆さん最後行きましょう。7つ目になるんですけども、ちょっとね重いものなんで、次がこちらでございます。はい、ちょっとねめちゃめちゃ大きいんやけれども、これですね、はい、エプソンのプリンターですね、 PX1V になります。これがもうここ直近で一番買ってよかったものですね。もうプロンプターにちょっと貼る、プロンプターも負けてないよ、貼るよ。本当にめちゃめちゃ良かったんやけど、これも良すぎた。本当に良すぎた。これね、詳しくはね、レビューというか、この印刷、写真プリントのね、動画もめっちゃ頑張って作ったやつがあるんで、このね、プリンターを詳しく知りたいという方は、ぜひね、そっちを見てもらいたいんですけど、もうこのプリンターは多くのね、もう写真家さんたちが使用しているような、もう本格的なプリンターなんですよ。もう10万円ぐらいするんで、もうかなり、めちゃめちゃね、めちゃめちゃ高いですよね。で、どっちかっていうともう写真向けなんで、なんかこう、書類の印刷とかではなく、もうなんかいいものをね、しっかりとプリントしたいっていうのは、ものにめちゃめちゃいいものになっています。スペック的には A3 サイズまでのね、結構大きなプリントにも対応してるし、インクカートリッジになっているので、購入時から、全部でインクも入っていますと。で、10色の顔料インクを使っていて、本当にこうアート作品とかを、しっかりと印刷できるような、もう本当に高繊細なね、ものになっています。で、タッチパネルもあったりするし、Mac のね、プレビューアプリでもう飛ばして遠隔でね、Wi-Fi につなげて、もうパパッと印刷することもできる、この簡易的なところも非常にね、使いやすいポイントになっています。発売自
体は2020年ぐらいなんで、結構もう経っちゃってはいるんですけれども、未だにもう人気ナンバーワンと言っても過言ではないぐらいの非常にね、いいプリンターなんですよ。で、このプリンターのスペックはもちろんなんですけど、実際にね、どんなものを印刷をしてるかっていうのをちょっと見せてあげたいんですけど、見せてあげたいとか言ったけど、はい、まずね、こんな感じで、写真をね、これは L 版ですね。L、写真のよくあるサイズのものになってるんですが、こういう風にね、もう写真をね、バンバン印刷できるんですよ。これもドバイ行った時のやつ。これは大内塾ですね。これは香港行った時。これウッシーくんのスタジオ行った時。これも大内塾。で、これは、秋葉原やな。これ富士山やな。これ鎌倉やな。これ長野やな。みたいな感じで。もうめっちゃいろんなところのね、かわいい自分の愛犬みたいな感じで、もういろんなものをね、印刷しまくってるんですよ。もうこれがね、本当に楽しくて。もう今ここにも見えてるさ、はい。この後ろのねボードとかもそうで、こういったパネルのねボードとかも気軽にね作ることができたりします。これ A4 サイズで印刷したものにこういったねパネル、こういったものも売ってるんですよね。白馬のもこれもね1000円以内で買えるんですけど、こういったものとか、あとはちょっと大きめにね印刷をしてみたりとかですよね。これ 2L かな、はい、2L の写真とかね、結構本当にいろいろやってますよ。こんな感じのお友達のねエマちゃんなっちゃうね、写真現像してみたりとか、こんな感じで石垣島の思い出とか、これとかはね韓国のチェジュ島に行った時のね1枚とかですね。で A4 サイズだったらねこんな感じですね。めっちゃ大きい。これを、こういう風にね実際に印刷をしてみて、どれをねこの額縁に入れようかなみたいなとか、こういったものをね印刷して楽しんでるんですけど、本当に楽しい。でこういったね撮影してプリントしたものを、自宅のねリビングにも飾ったりしていて、こうすごくねこう見ようとしてなくても自分が撮った写真とかその思い出が蘇ってくるからすごくいいし、ここにもね実際にフレームに入れて飾ってるものがあったりするんですけど、こういったものがあるだけでさ、なんかちょっとこうね、思い出というかなんか作品というかね、この空間がすごく彩るんですよね。で他にもねあっち側ですね、僕のねデスクの横の壁にね一面にずらーっと貼ってるんですけれども、どうでしょうか。ここにはねポストカードみたいなアップルのね、イベントに呼んでいただいた LA でのね時にもらったメッセージカードとか、なんかそういったものを含めていろんなこう写真とか思い出とか、なんか現場の BTS とかね、そういった写真をこう飾ってるんですよね。こんな感じでねこう印刷をすることの楽しさが本当にめちゃめちゃ楽しくて、本当に費用対効果良かったなと思ってます。で家族がね東京に遊びに来た時にもそのままアルバムにしちゃって渡して持って帰ってもらったりとか、あとはね、動画内でも紹介したようにこういった冊子にして写真集にもしたんですよね。これチェジュ島の思い出ですね。はい、韓国のチェジュ島で訪れたねその、3日間ぐらい行ったんですけど、その時のねライカ M10 で撮った写真たちをこう並べてみたりだとか、なんかこうレイアウトとかもねあえて余白をね入れてあげるとか、そういったこうね選ぶ方法の楽しさとかね、こういったものも全部含めてすごい楽しいんですよ。でさ、自分が撮った写真が写真集になるんですよこれを全部自分で作っちゃえるとやばくないめちゃめちゃ楽しくない？やっぱねカメラって撮影と編集は楽しいよ。でもそこから現実世界に写真を残すみたいなこととかもねすごい楽しいことを知りました。最近ね僕ペットもね半年ぐらい前から迎えて飼って、でそのワンちゃんのね思い出を家のねリビングにも貼ってたりするんですけど、本当にね思い出の残し方の幅が増えるし、こういったものを残したいと思って撮影に行く機会も増えたりするし、なんか今までね Amazon フォトに保存してるだけ、カメラロールに保存しているだけで終わっていた写真たちがなんかもう一回蘇って活躍してくれるというか、こう生き返ってくれるような感じがするので、このプリンターの導入は本当におすすめです。いいレンズ1本我慢すれば全然買えますから。ただ注意点としてはインク代とか紙とか購入したりとかしないといけないんで、維持費というかランニングコストはかかっていきます。もうここは仕方ない。でインクなんかはもう10色パック、このねプリンター2万円以上するんですよ。だからインク5回分買えば本体代金になっちゃうみたいな感じはあるんですけど、でも全然それには勝るね良さがあると思うし、これだけ使ってもインク全部は変えてないんです。ワンカートン全部変えるみたいなことは全然ないんで、割となんだかんだ持つなという印象はありますね個人的に。なんでコストはかかるんだけれども、ぜひね写真を残すということをね皆さんにも体感してもらいたいなと思っております。ぜひよかったらねこの動画見てください。本当にね頑張って作った僕たちのね2ヶ月間の僕の2ヶ月間のねいろんな
思い出がありますので、ぜひねチェックしてもらえればと思っております。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回ねカメラとかガジェットに関するおすすめのねアクセサリーを7つご紹介させていただきました。どれもね結構そんなものがあるんだと思っていただけたんじゃないかなと思うし、本当に全部気に入ってねすごく使ってるものになります。で最近ですね、今回紹介したものに負けないぐらいのねとあるアイテムを作りました。それがプラグインです。ダヴィンチリゾルブのプラグインをね僕たち今作ってすごいね展開していってるんですけれども、すごいねこれもね大ヒットって言っていいんじゃないかぐらいすごいねありがたくたくさんの方にね買っていただいてるんですけど、最近シャッターパックっていうプラグインと、メガフォントパックっていうプラグインをね作りました。これ何かというと、シャッターパックプラグインっていうのは撮影した写真データを自動解析をしてダヴィンチリゾルブ上にもうめちゃめちゃおしゃれなデザインでワンクリックで並べていってくれるんですよ。結構やばいものを作っちゃって、こんなプラグイン今までになかったと思うんですけれども、こういったものを作って、こういろんなね写真のレイアウトであったりとかデザインを変えて、でそれをプリセットをね作ったりカスタムしたり、それを共有し合ったりとか、そういったことができるねシャッターパックプラグインと、あとはダヴィンチリゾルブですごくねこうよりね多くの方にね求められていたこう YouTube 系のね編集、テレビ系のね編集というものができるポップなねデザインエフェクトであったりとか、テキストがねすごくこう入るようなものであったりとか、あとそういったものに対するエフェクトとかがね入ってくるような200種類以上のテキストのねエフェクト、トランジションとかがね、詰め込まれたメガフォントパックっていうものを、最近ね制作させていただきました。もう本当にねもう想定以上にたくさんの方にね使っていただくことができて、なんかたまにねうまく PC にね入れられないとかなった時に問い合わせでねいろいろと返事とかもさせていただいてるんですけど、そういった時に解決しました、本当にこんな素晴らしいプラグインを作ってくださって本当にありがとうございますみたいな直接ねそんな感謝の声をいただいたりとかで、なんか僕たちも本当に作ってよかったなと思うし、こういろんな方にねすごく使っていただけてめちゃめちゃ嬉しい限りです。本当にね購入していただいた方とか、このビジュアルパークのね、ショップのものをいつもね愛用してくださってる方、皆さん本当にありがとうございます。今回紹介したアイテムにもね本当負けないねめちゃめちゃいいプラグインだと思いますので、こちらぜひね興味ある方はぜひねビジュアルパークというオンラインショップからチェックしていただければなというふうに思っております。ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。